本日もお疲れ様です。ドットお米チャンネルマイカです。久しぶりの雑談動画ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回はとってもハッピーなご報告があるので、重大発表と振り返りをしていきます。何の振り返りかはこの後すぐにねわかるけど、その他雑談多数で本日の動画はお送りします。で、今日はささやき声ではなく小声というか地声というか、これくらいのボリュームでお話をしていきたいと思います。ASMR ってささやき声が好きな方が大半なのかなって思ってたんだけど、先日 YouTube コミュニティでアンケートを取ったら、意外にも小声の好きっていう方のね割合の方が多くて、ちょっと驚きました。YouTube コミュニティは動画制作の参考にするために ASMR 関連の質問が多いのですが、私は動画投稿の頻度もすごく低いので、みんなと交流できる機会を少しでも増やしたり、みんなのことを知ったりするために、これからも質問とか投稿をしていきたいなと思ってます。なので YouTube コミュニティのアンケート回答やグッドボタンを押していただけるととても励みになります。グッド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 。指紋が見えちゃう。本題に入りまして、この度ですね、ドットお米チャンネルはめでたく2周年を迎えました。パチ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 。ありがとうございます。ありがとうございます。1月11日で2年が経ちました。早いですね。本当に早い。2年目の振り返りを最後にするとして、先に重大発表しちゃいましょう。サムネイルでね分かってると思うんですけど、なんと私の夢の一つでもあったオリジナルグッズの販売が決定いたしました。パチ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 。ありがとうございます。ありがとうございます。YouTube を始めてみようかなって考えた時から、目標の中にグッズ制作っていうのがあって、実はお米ワールドの住民さんたちは、いつか作るグッズのためにチャンネルのキャラクターとしてチャンネルを作る前に考えて生み出した子たちなんです。ただ私はファッションが好きで、いつかお洋服を作ってみたいなっていう夢が昔からあったので、こだわりの強い自分が思ったものを作るって結構難しいんじゃないかなって思ってました。でも記念すべき2周年に何かできないかなって考えていた時、たまたまリンクピースという
EC サイトを運営する会社の方からグッズを作ってみませんかってお声掛けいただいたんですね。しかもこのリンクピースを運営する会社は誰もが知ってるようなハイブランドだったりとか、アパレルの印刷工場を自社で抱えていらっしゃるので、高いクオリティの印刷が可能っていうこともあって、ここでなら自分のイメージを再現できるかもしれないって思って、この度グッズ販売が実現することになりました。はい、経緯はそんな感じで、今回のデザインは完全にこのグッズのためだけに私が描いたイラストやデザインになってます。もうね、はい、めちゃくちゃ頑張りました。一つ一つのデザインにたくさんの思いを込めて作ったので、説明が結構長くなっちゃいます。はい、睡眠導入とか作業用で今ご視聴されている方には嬉しい長時間動画になると思うのですが、どんなグッズなのかだけサクッと見たい方は2倍速で再生していただいたり、タイムスタンプも用意するのでご活用ください。はい、じゃあここにグッズの一部を並べてみますね。せーの、じゃん、はい、ずらっと並びました。実はこの今着ているものもグッズでした。はい、カラフルなものがね、ここにあるので目立つと思うのですが、たくさんの方に気に入っていただけるようにポップとシンプルなバージョン2つをデザインご用意しました。はい、アパレルはわかりやすく着用して引きで撮影した映像があるので、順番に解説をさせていただきます。まずはシンプルなバージョンから。風車ロゴともに前へ。一つ目はこのシンプルな T シャツです。腕にはドットの文字と背面に小さなポイントロゴがあります。カラーはホワイトとブラックの2色展開。今回のこのグッズのために作ったかっこいいロゴ、いろいろなものをイメージしたのですが、皆さんわかりますか？はじめはこのチャンネルに欠かせない米という漢字と方位記号を使ったロゴを作りたいという思いで考え始め、最終的にこの形になりました。方位記号とは地図や間取り図に記される東西南北などの方位を示すために用いられる記号なのですが、このドットお米チャンネルが全方位へ広がり、全世界へエネルギーが届いてほしいという思いでモチーフとして入れることにしました。チャンネル名の由来は以前お話ししたことがあるので、詳しくは過去動画でご覧いただきたいのですが、私のチャンネル名は点と線が入っていて、今回このグッズのデザインの中にも多くの点や線を使っています。人生に起こるすべてのことには意味があって、そのすべての点と点が線になり、今があり、未来へとつながっていく。この上にある点が北の方向へ伸びているのは、上の方向へ、前へ進めるようにという思いを込めたものです。2箇所だけ色が反転しているのは、
N のパーツが前へ進む舞図のみんな。その隣がそれを支える私をイメージし、このチャンネルがみんなの力に少しでもなれるよう願いを込めました。ハートにも見えるような形にしたので、そこもポイントです。また、商品名にもある風車は、このデザインが風車に見えることと、私が日本のアズマアーティストなので、日本らしい要素も入れたいなと思い、名付けました。ドットのロゴもサイズの異なる3つの点を散りばめ、最後は線になっています。既存のフォントで仕上げるつもりだったのですが、ピンとこず、様々なパターンを作成し、結局手書きで仕上げました。デザインについての話が長くなりましたが、サイズは S、M、L、XL。今回のアパレルグッズはすべてこの4サイズ展開となってます。私が着用しているのはホワイトが L サイズ、ブラックが M サイズです。身長166センチで M サイズだとお尻が半分隠れるくらい。L サイズは太ももまで届く長さなので気になるお尻周りがすっぽり隠れます。二つ目は風車ロゴ共に前へジップフーディー。前開きの使いやすいパーカーです。左胸とフードにロゴを入れました。カラーはグレーとネイビーの2色展開で、フードの風車ロゴは色を反転させて違いを出しました。フードをかぶった時もかぶっていない時もシンプルでありながら存在感が出るよう位置も工夫しました。ネイビーは映像だと黒に見えるかもというくらい深い色合いのネイビーで、生地は厚めではないので、夏は車内や建物の中に入って冷房が効きすぎていて寒いなという時、冬は厚手のアウターの下に重ね着するのにとってもぴったりかと思います。着用サイズはグレーが L でネイビーが M。M サイズでも十分萌え袖できるくらいのゆとりがあるのですが、私はゆったり着るのが好きなので、お部屋着なら確実に L サイズを選ぶかなという感じです。このネイビーのコーデは完全にゆるゆるお部屋着スタイルにしてみたのですが、次にご紹介するのは中に見えているアイテム。鮮やかな日常は幸せの宝箱。ビッグシルエット T シャツ。三つ目はお米ワールドの世界観があふれるカラフルなプリントが前面にあり、背面にもポップなロゴを入れた T シャツです。カラーはホワイトとブラックの2色展開。このデザインは構想から色付けまでかなり時間がかかった超大作です。アメコミのようなポップさの中にお米ワールドのキャラクターと舞図のみんなへたくさんのメッセージを詰め込んだので、また長くなってしまうのですが解説させてください。小さな幸せをたくさん見つけられますように。これは私の YouTube チャンネルのヘッダー画像で、身近にあふれる小さな幸せを感じ、心を穏やかに過ごしてほしいなという思いを込めて描いたものです。このイラストにも同じような思いを
込めたいなと思って、インスタグラムで舞津のみんなに質問をしました。たくさんのアイデアをいただいたのですが、中でも意見の多かったものや、何でもない日常を書くのに取り入れられそうなキーワードを参考にさせていただきました。まずは家族との時間や笑うとき、いい天気や自然を感じるときという意見をもとに、日の光を浴びながら楽しそうに電話をして笑っているアインを書きました。電話の相手はお友達かな。次はお風呂でリラックスをして癒されているエナ。歌うことやゲームをすることが小さな幸せだという意見が多かったので、湯船に浸かりながら歌っている様子や、お風呂から上がった後はゲームをしたり音楽を聴く予定という設定で描きました。続いて、美味しそうな食べ物に囲まれているのは食いしん坊なロイです。映画や YouTube を見ることというアイデアからポップコーンも書いてみました。よく見ると温かい飲み物にはラテアートのような模様でお米ちゃんが隠れていたり、2周年記念のグッズなのでアイスには数字をかたどったクッキーが載っています。またロイは耳や尻尾の模様がハートになっているので、こういった細かな部分も実物を見て楽しんでいただけたらいいなと思います。食べることと健康をテーマにしたこのコマの隣では、シシマルがお料理をしてます。実は先ほどの美味しそうな食べ物は全部このシシマルが作ってあげていたという設定です。誰かの役に立つことが幸せだと気づいたとき、いつかあんなことをしたいな、こんな風になりたいなという夢ができる。そして相手を思う気持ちにはたくさんの愛が詰まっている。そんなイメージで描いたコマです。最後は地球と夜空。気持ちよさそうに眠るお月様や平和の象徴である鳩、幸せの青い鳥、希望を抱いて飛ぶロケット、ピースの文字たちは互いに手を取り合い、世界の平和を願っている。ドリームはこのコマにもかけた言葉になっています。すべてのキーワードの字体を変えたり、キャラクターやそれぞれのコマのテーマから細かい部分もなるべく色が被らないようにしたところもこのデザインのポイントです。すごく色が多いし、こんなに細かい印刷が T シャツにできるのかなと思っていたのですが、小さな文字も点や線も綺麗にプリントされていて感動です。カラフルなのでお部屋着にするのもちょっとという方はウォールアートとしてこうして壁に飾ってあげるのもおすすめです。着用しているのはホワイトとブラック、どちらも S サイズでビッグシルエットなので S でもこれだけゆったりと着ることができます。先ほどの風車ロゴの T シャツとは形が違うのでサイズ選びにご注意ください。インスタグラムで質問に答えてくれた舞津のみんな、素敵なアイデアをたくさんありがとう。ありがとう。4つ目はこれですね。先ほどのデザインを、縁取りのみで印刷したネオンな日常は幸せの宝箱スウェット。こちらはオートミールとブラックの2色展開です。
同じデザインでも先ほどのカラフルな T シャツとはぐっと印象を変えて様々なコーデに合わせやすいデザインに仕上げました。単色に見えてよく見ると繊細な濃淡があるのがポイントです。また生地が黒いとキャラクターの瞳も真っ黒で怖くなってしまうので、何度もイメージを描き直してそれぞれの生地の色に合わせた目のデザインにしました。着用しているのは2色とも M サイズです。5つ目は魔法のお守りトレカサイズステッカー。こちらはランダムで1枚もしくは2枚セットの販売なのですが、サンプルがないため原画でご紹介をさせていただきます。寒色系のデザインには今日も素敵な笑顔を見せてねというメッセージが書いてあります。かっこいい英語かと思いきやローマ字でした。私が初めて投稿したロールプレイ動画、あなたを作りますを見たことがある人は覚えているかもしれないんですけど、お米ワールドの住人さんのお仕事は人間を幸せにすることで、人間界の幸福パワーがお米ワールドの様々なエネルギーになっているっていう設定なんですね。なのでアインは手を振っていて、ロイはあなたに笑顔になってとほっぺをふにふにと触っているイメージで、笑顔になったあなたの幸せパワーがエネルギーとなってお米ちゃんの上の電球が光っているというデザインにしました。暖色系のデザインにはありがとう、感謝の気持ちを伝えようというメッセージが書いてあります。感謝をする気持ちは自分の心も豊かにすることを表現したかったので、プレゼントやお手紙でありがとうを伝えようとしている絵など獅子丸を描きました。実際のステッカーでは小さすぎて見えないかなと思うのですが、このイラストの中のお手紙の切手はチャンネル2周年の記念切手で、消印は2024年1月11日になってます。今は世の中に推し活グッズがたくさんあるので、こんな感じのアクキーをね、自分で作ったり、スマホケースに入れたり、そういう市販のものでカスタマイズしやすいかなと思ってトレカサイズを作りました。これは100円均一でゲットしたアクリルキーホルダーにただ入れてるだけなんですけど、中身は私が皆さんにこうやってご紹介するために自分で原画を印刷したもので、ただの紙で実物ではないんですけど、だいたいこんな感じに仕上がるかなと思います。はい、かわいいでしょ。ほらほら、もう私これカバンにねつけてる人、もし街中で見かけたら嬉しすぎて声かけちゃうかもしれない。前へ進む勇気を出せるように、小さな幸せをたくさん見つけられるように、笑顔で日々を過ごせるように、それぞれのアイテムに詰め込みすぎなくらいの思いを込めました。そして最後に、購入できるグッズはここまでなんですけど、なんと特典をね3段階ご用意しました。今回様々なアイテムをデザインしたので、もし全部気に入ってくださった方がいたとして、すべて購入してくださると
なった場合、結構な金額になるかなと思ったんですね。で、本当なら金額関係なくすべての方にメッセージとか何かね送りたいくらいなんですけど、体が足りそうにないので、金額に応じての特典をご用意することになりました。通常送料がかかるのですが、税込み1万円以上のご購入で送料無料、1万2000円以上のご購入でランダムチェキ1枚をプレゼント、2万4000円以上のご購入でチェキ3枚をプレゼントとなります。もともとチェキはね、販売するグッズの一つとしてご提案いただいたものなので、こうしてその特典としてつけるのはグッズの制作会社さんからすると負担になってしまうことだと思うのですが、どうしてもグッズを購入いただいた方へ感謝の気持ちを送りたいっていうことで、今回実現させていただけることとなりました。編集で画像かテロップを私入れていると思うのでご覧いただいたかと思うんですけど、メッセージともりもりゴテゴテな落書きをするためにチェキにふさわしいペンの種類とかもうめっちゃ調べて、3000以上分はもうペンをね大量に購入して、チェキの可愛い書き方とかも調べて、こんな感じでね、めちゃくちゃ頑張りました。はい、ただの特典なんですけど本気で書いてます。はい、ただ全部手書きなので、ランダムチェキ1枚プレゼントの場合は当たればこのデコチェキで、3枚プレゼントの場合はどれかに1枚のみデコチェキっていう風にさせていただきます。デコってないチェキは、こんな感じのザ・チェキで周りが白い縁取りになっているものです。全く違うものにしたかったので、なんかこれとかね、髪の毛がピンクのバージョンとか作ってみました。はい、3種類あります。繰り返しになるんですけど、本当ならね、金額関係なく全ての方にもう何かを送りたい、購入いただいた方にありがとうございますってしたいくらいなんですけど、分身の術とかね使えたらいいんですけど使えないので、こういった形にはなりますが、少しでも皆様に感謝の気持ちが届くと嬉しいです。直筆なので、世界に1枚は1枚なんですけど、もう全部一枚一枚違うデザインにしたいなって思ってるので、楽しみに待っていてください。ちなみに、これらのグッズは海外発送ができません。はい、できません。私のチャンネルは日本以外の国の視聴者様がとても多いので残念なんですけど、いつか海外の方にもお届けできたらいいなと思ってます。いつも世界中からたくさんの応援を本当にありがとうございます。ということで、販売期間なのですが、本日から1月の31日水曜日23時59分までです。つい先ほどサイトがオープンしたので、この動画の説明欄にある URL から購入することができます。
受注生産なので、期間内にお申し込みいただければ必ず商品をご購入いただけるのですが、到着から1ヶ月は時間を要するかと思いますので、その点はご了承くださいませ。私の誕生日が3月の10日なので、その頃には届くかなと思いますので、このね、グッズを着て一緒にお誕生日をお祝いしていただけると嬉しいです。はい、やった。今回は初めてのグッズ制作ということもあり、アパレルがね、多めで、小物はステッカーのみになっちゃったんですけど、今後また機会があれば、いろんなアイテムに挑戦してみたいなって思っています。ただ、私は自分で全部こだわってデザインをしたい人間だから、グッズ作るのってすごく大変だなって実感したので、そもそも今回のね、グッズがみんなに気に入ってもらえたら、またいつか第2弾も考えたいと思います。あるかわからないけど、このグッズみんなに気に入ってもらえるかなとか、もうね、ここに来るまで不安ばっかりだったんですけど、今回が最初で最後かもしれないっていうくらい、どのアイテムも本当に心を込めて作ったので、ぜひ私とお揃いで身につけてね、使っていただけると幸いです。購入いただいた方は、よかったらね、届いた時コメントとかで教えてください。知りたい。顔が映ってなくても、例えば届いたよとかっていう画像とか何でもいいんですけど、画像も送ってあげてもいいよっていう方はインスタとか X でも教えてください。はい、この度グッズの制作をご提案くださり、こだわりの強い私の要望も聞いてくださり、こうして販売まで支えてくださった制作会社の皆様、噛んじゃった。本当にありがとうございました。じゃあちょっとね、グッズに関しての話が長くなってしまいましたが、ここからは2年目の振り返りをします。ちょうど1年前の1周年記念の動画で、チャンネル名の変更とこのロード NT5 を購入したことと、ファンネームとファンマークが決まったよっていうことを話して2年目がスタートしましたね。いや、このマイクまだ1年しか経ってないんだって今話しててちょっとびっくりしたんですけど、今はね、一番お気に入りのマイクです。一番好きで、動画のクオリティを上げるためにマイクとともに撮影環境を見直すことにしたので、背景を構成できるグリーンバックを使わないっていうのが2年目の目標でもありました。最近投稿したゲーム実況の動画はゲームの画面を背景にする必要があったので、グリーンバックをね使用したんですけど、ロールプレイ動画は壁を変化させたり、大道具や小道具を工夫してよりリアルな世界観を出すことに挑戦したので、1年目よりも
自分の思い描いていたというか、作りたかった動画に近づけたかなと思います。あとは今まで出してなかったショート動画にも挑戦しましたね。正直収益だけのことを考えると、ショート動画ってめちゃくちゃ再生されないと収益がね、ほぼない、ほぼゼロなくらいなので、あんまり時間をかけずにサクサク作ってたくさん出すっていう方がいいんですけどね。私はショート動画ですら結構作るのに時間がかかっちゃうので、なかなかそうもできなくて、でもロング動画では出せないというか見せられない自分の姿も、ショート動画ならやっていいかなって思って、いつもと違った一面をお見せできるようになったと思うので、ショート動画も繰り返し見て楽しんでいただけたらすごく励みになります。ショート動画をね出すようになってから、学生さんとか女性の視聴者さんの割合がめちゃくちゃ増えたんですよね。グーンってグーン。なんかふざけた方が私は女性には人気なのかなって、素が見えて友達っぽい感じに感じるとかなのかなどうなんだろうか、教えて。で、いろいろな新しいことに挑戦して、今はだんだん少しずつ慣れてきたんだけど、なかなか思うようにいかないことばかりで、ここに至るまで本当に大変でくじけそうになった日もたくさんありました。たくさんあった。たくさんあった。その度にみんなのコメントや YouTube だけでなく、インスタとか X とか温かいメッセージに何度もね救われましたし、動画の再生回数が伸びていたり、高評価がたくさんねついているのを見るだけでもすごく勇気が出たりとか、疲れが本当にパッて吹っ飛んだりして、舞鶴のみんなにたくさんの幸せをもらった一年でした。今 YouTube ってハンドルネームが表示されるようになったんだけど、ハンドルネームじゃなくて、なんか元々の名前も見ようと思えば見られるから、名前に舞鶴ってつけてくれていたり、ファンマークの絵文字が入ってる人見つけたら嬉しすぎてスクショしてます。カシャカシャって。インスタとか X でも見つけたらカシャカシャってカシャ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 スクショしてる。その時の私の顔すごくニヤニヤしてるから、怪しすぎて外ではねできないくらいの顔です。そうして2年目もみんなに支えられて無事走り切ることができました。人生に起こるすべてのことには意味があって、そのすべての点と点が線になって今があって未来へねつながっていくと思います。なので癒し、元気、笑いなどなど、何かしらのパワーをお届けして
世界中の一人でも多くの方の今日や明日を素敵にする小さな点となるっていうね。自分の夢を追って3年目も少しずつマイペースに成長していきたいなと思います。相変わらず投稿頻度は高くないですし、ずっとやりたいなって思ってるライブ配信の準備もまだ進められずにいますが、SNS のフォローやメッセージ、YouTube のチャンネル登録、高評価とか温かいコメントとか動画の再生、どのような形でも引き続きみんなの応援パワーをたくさん送っていただけると嬉しいです。はい、キャッチします。キャッチ、はい、ではグッズ紹介がねとっても長くなってしまったので、そろそろ終わりにしようと思います。2年目もたくさんの応援を本当にありがとうございました。3年目もドットお米チャンネルとマイカをよろしくお願いします。よろしく。皆様に少しでも癒しをお届けできますように、ゆっくり眠れますように、そして明日も素敵な一日となりますように。それではおやすみなさい。